皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、デマではないかという動画についての検証を行っていきます。一体どのような話が流れていて、それが目に留まったかといえば、それは現在新型コロナウイルスの被害というものが世界中で広がっているわけですが、そのワクチンについてはアメリカのファイザーやモデルナ、そしてイギリスのアストラゼネカのワクチンというものが有名です。日本政府もアストラゼネカとの契約は済ませていて、日本でもワクチン接種が始まったら、このイギリスのアストラゼネカのワクチンも6000万人分が予定されています。しかし、このイギリスのアストラゼネカのワクチンなのですが、中国で製造されて日本に持ってこられ、それが日本人に打たれるのではないかという動画が非常にインターネット上では拡散されています。そうした情報をもとにして、日本政府は一体何を考えているんだ、なぜ中国製のワクチンを日本に輸入して使おうとしているのか、そういった批判というものが渦巻いています。そしてこの話を聞いた人たちは、ワクチンの話題が出るたびに、イギリスのアストラゼネカといえば中国製のワクチンでしょ、こんなものは打たないというような持論を様々な場面で投げかけています。しかし、そうした主張というものが本当に正しいのでしょうか。今回はその話について私が調べてみました。というわけで、どのような話が流れていて、現実はどうなっているのか、その情報などをお聞きください。一体どのような間違った情報が拡散されているかについてまずはご紹介します。間違った情報というのは、イギリスのアストラゼネカの新型コロナウイルスに対するワクチンというものが中国で製造され、日本に輸入され、日本人6000万人、1人2回なので1億2000万回のワクチン接種になるのではという指摘です。情報発信を受けて、日本政府が中国製のワクチンを日本人に打つのかと批判が高まっています。この話というのは、山之内製薬と藤沢薬品が合併してできたアステラス製薬が中国で合弁会社を作り、この会社の工場が中国にあり、その工場で生産されて日本に輸出されるのだという主張です。まず最初に結論から言いますが、正しい情報というのはこちらです。イギリスアストラゼネカの日本向けのワクチンというものは、日本メーカーによって原液の大半が製造されます。日本で製造を請け負うのが JCR ファーマという会社です。この原液が作られた後、製品化したり流通させるのはまた別の会社で、第一三共株式会社、第一三共バイオテック株式会社、明治製菓ファルマ株式会社、KM バイオロジクス株式会社などが担当します。私の話が嘘ではない証拠として、それぞれの企業がプレスリリースを発表して、そのプレスリリースに基づいて、その企業についてのニュースなどが出ています。JCR ファーマ、ワクチン原液製造の請負契約締結。医薬品メーカーの JCR ファーマは30日、イギリス製薬大手のアストラゼネカと新型コロナウイルスワクチン原液の製造について業務請負契約を結んだと発表した。来年1月から製造に乗り出し、国内での安定供給に寄与する。ここで来年と出ているのは記事そのものは12月に出たからです。アストラ社のワクチンはイギリスオックスフォード大との共同開発、日本政府と1億2000万回分を供給することで合意しており、国内での臨床試験の結果を踏まえ承認申請する見通し。JCR によると、11月から試験製造を始め、品質に問題がないことを確認したという。今後、室谷工場で国内供給分の大部分のワクチン原液を製造する。JCR は遺伝子を組み換えたり、細胞を増殖させたりして、幅広い病気の治療薬に活用できるバイオ医薬品の製造技術を持つ。今回同工場に構える製造タンクなどの設備とタンクを動かすノウハウを持った希少なメーカーとして、アストラ社から原液製造の打診を受けていたという。他にも関わっている会社の記事は出ています。コロナワクチン製造、イギリス製薬大手と受託契約、KM バイオ。医薬品製造販売の KM バイオロジクスは11日、イギリス製薬大手アストラゼネカが日本国内で供給する新型コロナウイルスワクチンについて、ワクチンの原液を製剤化する基本契約を締結したことを明らかにした。合資事業所でワクチンの容器充填などを手掛ける。受託する数量など詳細については最終契約の締結に向けて協議中としている。KM バイオは同事業所内に新型インフルエンザワクチン約5700万人分を製剤化できる設備を持っており、これを活用する。契約の締結は1日付で、すでにアストラゼネカからの受託製造に向けた準備を進めている。田村厚生労働省も11日の閣議後会見で、アストラゼネカが開発中の新型コロナワクチンについて、実用化されれば、来年から1億2000万回分の供給を受けることで正式に契約したと発表した。3000万回分は来年3月末までに供給を受ける計画。
1人当たり2回の接種が想定されており、契約した量だと6000万人分に相当する。私の話を聞いて、あれ、イギリスのアストラゼネカがワクチンを作るんじゃなかったのと思われる方に、受託製造についての話をしておきます。この受託製造というのはビジネス方法の一つなのですが、企業というものは直営工場だけで全ての製品を作るわけではありません。というのも、需要の増減というものは常にあるため、生産設備を全て自前で持っているよりも、需要に合わせて外部に生産委託するといったことが日常的に行われています。これは何も医薬品だけの話ではなく、食品などもそうですし、非常に代表的な例として言えるのが、Apple の iPhone などもまさにそういった例です。Apple の iPhone には半導体が入っているわけですが、その半導体を作っているのが台湾の TSMC です。しかし、一般には台湾の TSMC といっても知名度は非常に低いでしょう。しかし、Apple の iPhone といえばほとんどの人が知っています。そのように、製品としての会社と実際に作っている会社が別ですよということは現在のビジネス界においては日常的なことなのです。このような業務の請負もしくは分業体制といったものを理解した上でアストラゼネカのワクチン生産についてのお話をします。日本の場合は原液を JCR ファーマが作り、この製品化を別の会社でさらに分担することによって日本に流通させるわけですが、商品としてはあくまでもアストラゼネカのワクチンです。ですからアストラゼネカはどのようにして作ればよいかといった情報を製造会社に情報を提供し、その情報に基づいて生産を行うのです。そしてこのような例というのが日本だけというわけではない話もしておきましょう。イギリスのアストラゼネカはインドのセラムインスティテュート・オブ・インディアに製造委託を行っています。新型コロナウイルスに対するワクチンはすでに1月5日時点で1億回分の生産が終わっており、現在のところ輸出用を含めると10億回分の生産計画になっています。これなどもセラム社はアストラゼネカとは全く別の会社ですが、しかし製造大手ではあることは間違いありません。しかし実際に出荷される時にはこれはアストラゼネカのワクチンですよというふうにして商品化されます。ちなみにお隣の韓国においてもアストラゼネカのワクチンというものが現地企業において生産計画が立てられています。この担当しているのはSK バイオサイエンスという会社なのですが、韓国では前述のセラム社製造のアストラゼネカのワクチンを輸入予定にしています。しかし、セラム社はまずインド国内向けに出荷というものを優先するために、現在では韓国への輸出というものが待たされている状況です。ですから自国で生産するということが韓国でも急務となっています。これはあくまでも寄り道の話です。ここまで述べてきたように、イギリスのアストラゼネカのワクチンというものは日本企業が原液を製造し、その原液を作ったものをまた別の日本企業が製品化し、そしてパッケージングし流通する。それらすべてがアストラゼネカからの委託に基づいて行われます。ですから間違った情報として紹介した最初の文を思い出してください。アステラス製薬が中国に合弁企業を作り、そこで作ったものが日本に輸出され、そして日本において中国製のワクチンが打たれるという話には現実とはかなりの乖離があります。一体何が間違っていたのか、その話もしておきましょう。デマ情報の元となった動画の中においては、山内製薬と藤沢薬品の名前が連呼されていました。しかし、この両社というものはもう存在しません。現在ではアステラス製薬です。そしてアステラス製薬はアストラゼネカと全く別の会社です。アステラス製薬はアストラゼネカとの間でワクチンを製造する契約をしているといった情報は見当たりませんでした。ですから、アストラゼネカとアステラス製薬というものの区別がもしかしたら情報を発信している人にとっては区別がつかなかったのかもしれません。そして動画を見るときの注意点なのですが、こういった可能性がありますよと情報を提示する形での情報発信が行われていました。そして動画の中においては、人から聞きましたよ、こういった情報をという風にして紹介もされていました。さらには、皆さんぜひとも調べてくださいとも言ってました。しかし、私はその動画を見た時に思いました。情報の確認は見る側がすべきものなのでしょうか。まずは情報を発信する側が調べてみて、ふむふむそうだ、こういうことかと腑に落ちてから人に話すべきものではないでしょうか。皆さんはどう思われますか？それではまず最初に結論から言いましょう。中国でイギリスアストラゼネカがワクチンを製造し、
6000万人分が日本に輸出され日本人に接種されるという話については私は間違っているという結論に至りました。なぜそのように考えたかといえば、今回の情報発信それぞれの記事を見ていくと、日本政府の発表等ではなく企業自身がまずプレスリリースを発表し、そのプレスリリースに基づいてそれぞれの地元新聞が地元の企業がこんな大口契約を取ったよという話を伝えていることにあります。それぞれの企業が全くの嘘というものを発表する理由というのはほとんどありません。逆に言えば、そのような嘘をついてまでイギリスのアストラゼネカとの契約を取りましたよなどということを広報するというのは、それこそその企業の信用を失墜させる行為です。ですから PCR ファーマーなどがこういった契約をアストラゼネカとして製造しますよといった話をわざわざ嘘をついてまで広報するとは私には到底思えません。そして今回の国内製造、そして国内流通などにそれぞれ日本企業が割り当てられるという話については別に今に始まった話ではありません。それこそ去年の段階で厚生労働省はアストラゼネカのワクチンについては日本企業である程度仕事を分担して流通させるということを初期の目標として掲げていました。ですからそれが現実化した話であって何か唐突にこういった話になったわけではありません。ですがこのような話としては一般的なニュースとしてはニュースの価値そのものはあまりありません。多くの人々にとってはイギリスのメーカーが作ったワクチンを日本人が打つんだという部分だけでそれ以上知る必要がないのが現実です。それを作っているのがどこの工場なのかといったことについてはあまり気にしない人がほとんどでしょう。ですからその部分について多くの人が無知だからこそ中国で作られてそして中国から輸出され日本に輸入され使われるんだという話を聞いた時にそれが正しいかどうかというのを多くの人が判断できなかったのです。だからこそ今回の話というのは拡散され日本政府は一体何を考えているんだと批判の声が渦巻くこととなったのです。中国でワクチンが製造されそれが日本人に使われるという話に対して嫌悪感を持つというまさにそのような点について衝撃的な話であり、この衝撃的な話を聞いた人はこんな話は全く知らなかった、なんでこんな重要なことを知らされていないんだと、それこそ正義感に駆られて多くの人々に拡散しなければと思うその気持ち、それ自体は全く悪いものではありません。しかしそのような正義感をもとにして拡散されることをある程度意図している情報発信というものも存在していることを日本人は知らなければなりません。話が衝撃的であればあるほど多くの人の注目を集めるものです。そして衝撃が強ければ強いほどより多くの人に知らせなければならないという気持ちも高まるものです。だからこそそういった話については拡散する一歩手前において本当にこの話正しいのかなと立ち止まる時間というものを持った方が良いでしょう。しかし忙しくて調べる時間なんてないよという方も大多数だと思います。そのような場合には情報発信している人のその情報というものが果たして信頼性が高いのか低いのかといったことについて継続的なチェックをぜひとも行ってください。これは人間が情報を発信する以上 100% 正しい情報を延々と続けるということはほとんど不可能です。しかしどの程度の正しさを持っているかということは十分に判定できるはずです。この人の話10回あれば8回ぐらい正しいよなという人もいれば10回あれば5回ぐらいだな、もしくは10回の話のうち3回ぐらいは正しいかなという具合にして情報発信の正しさがあるかどうかについての評価というものはできるはずです。そして正しい情報の発信する頻度が低いのであればあまり信頼しない、そして信頼できないものについては拡散する前に十分に吟味するといったことを一度間に挟むべきです。今回はこのように中国製のワクチンが使われるのではないかといった話について非常に問題があるという話をしてきたわけですが、別に何も私は政府の動きというものを擁護するためにこの動画を上げているわけではありません。それこそ新型コロナウイルスの対策として日本政府がすべきことというのは自分自身の動画の中で述べています、過去にも。ですから問題があればその問題について批判し、そして正すべきだというこの行動自体は私も大いに賛同します。しかしその批判について何を話題にするかとなった時に間違った情報をもとにして批判するというのはそれこそ批判のあるべき姿ではありません。
皆さんはこの点についてどのようにお考えでしょうか。ぜひともコメントしていってください。と、こういった具合にして他の人の話をしてきたわけですが、私自身も同じように100回あれば100回全ての話が正しいかどうかというのは皆さんもぜひとも吟味してください。実際私自身は別に神様ではありませんし、一人の人間に過ぎません。ですから間違ったこともあれば、突っ込みどころがある話なども当然しているでしょう。しかし、そのような吟味を経た上で私の話に信憑性があると思われた方は、ぜひとも情報を拡散してください。特に今回は間違った情報と思われるものが大いに拡散している状況ですので、今回の動画を見て私の意見の方が正しいなと思った方は、ぜひとも打ち消すための拡散というものに参加してもらえると嬉しいです。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンと、今回は拡散もぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。